皆さんこんにちは。今回の解説では全編日本語、もちろん画面には字幕付きで、化粧品業界で今すごく話題になっている製品情報ファイル、いわゆる PIF について深掘りしていきます。ヨーロッパ、つまり EU のルールによる PIF 資料と台湾の PIF、一体どこが同じでどこが違うのか、みんなで一緒にこの複雑なルールをすっきり解き明かしていきましょう。さて、本日の流れはこちらです。1、化粧品 PIF の基本。2、EU の要件。3、台湾の要件。4、2つの共通点。5、主な違い。そして最後にまとめと今後の対策です。テンポよくサクサク進めていきますよ。それでは早速、セクション1、化粧品 PIF の基本、化粧品安全性の基盤に入りましょう。 PIF、つまり製品情報ファイルですね。これは化粧品の処方から製造方法、効能、そして安全性評価まであらゆるデータを網羅したいつでも確認できる文書のことです。よく化粧品の究極のパスポートなんて言われますが、まさにその通りなんです。アレルギーの原因になりそうな成分や強い刺激物から消費者を守る、いわば強固な盾ですね。すべての成分が本当に安全だっていうことを科学的に証明するための絶対に必要なファイルなんです。基礎が分かったところで、セクション2、欧州の PF 要件、近代化粧品規制のパイオニアを見てみましょう。画面の資料を見ていただくと面白いんですが、EU の化粧品規則1223分の2009って市場の監視スタイルをガラッと変えた画期的なものなんですよね。台湾当局のガイドブックでもわざわざ取り上げられているくらいです。ここで一番のポイントは、責任者、つまり RP と呼ばれる存在を明確にしたことです。この RP が常に PIF を手元に置いておくことで、市場の安全をしっかり担保しているわけですね。 EU のルールで特に押さえておきたいのが、この安全性、GMP、登録の3つの柱です。中でも注目してほしいのが一番上。なんと最後のロットを製造してから10年間も PF を保管しなきゃいけないんですよ。10年ですよ。美容のトレンドが何周も回っちゃうくらいの長さですよね。それに加えてパート A とパート B に分かれた安全性評価報告書、国際的な GMP である ISO22716 の遵守、そして CPNP というポータルへの事前登録。さすがパイオニア、かなり厳しい基準になっています。では台湾はどう動いているのか。セクション3、台湾の PIF 要件、グローバル基準の採用者です。こちらに写っているのが台湾 FDA が実際に出しているパンフレットや FAQ です。これを見ると台湾が単に国内の消費者を守るだけじゃなく、国内産業全体を世界レベルに引き上げようと本気を出しているのがよくわかります。グローバルスタンダードに合わせるために国を挙げて大きく舵を切ったんですね。そしてここで強調しておきたいのがこの段階的なスケジュールです。すでに2024年の特定用途化粧品からスタートしていて、2025年には乳児用やアイメイク、リップ製品、2026年には一般化粧品にまで一気に広がっていきます。つまりもういつかやればいいじゃ済まされないんです。期限が来る前に早め早めの準備が絶対条件なんですね。さてここからが今日の本題です。セクション4、EU と台湾、共通点、規制のギャップを埋めるです。実はここですごくいいお知らせがあります。片方のシステムをマスターすればもう片方も8割方クリアしたようなものなんです。結局のところどちらも一番優先しているのは消費者の安全としっかりした文書化なんですね。包括的な安全性評価、 GMP の証明、責任者の住所での PIF 保管、消費前のオンライン登録、そして保湿効果があるなどの効能の裏付けデータ、これらは EU でも台湾でも全く同じように求められる共通の強力な土台なんです。でも油断は禁物です。セクション5、EU と台湾、主な違い、重要な相違点のナビゲートに入りましょう。ここからは要注意ですよ。ここが輸出する際につまずきやすい最大のポイントです。表を見てください。まず保管期間、 EU の10年に対して台湾は5年です。それから言語の壁、台湾では中国語または英語への翻訳が厳格に求められます。そしてもう一つ見落としがちなのが安全性評価者の条件です。 EU では特定の欧州の諾意が必要ですが、台湾では評価者が毎年8時間の継続的なトレーニングを受けることが義務付けられています。この現地のルールに合わせた柔軟な対応が絶対に欠かせないんです。
いよいよ最後です。セクション6、まとめと今後の対策。輸出業者のための具体的なアクションです。皆さんがこれから取るべき4つのステップがこちらです。まずは今あるデータと成分の徹底的な見直し、次に工場での ISO221716 GMP の確認、そして台湾向けの中国語または英語の翻訳準備、最後に責任者を決めてファイルを整理すること。完璧な PIF を作るのは当局の罰金を避けるためだけじゃありません。お客様の安全を守り抜いて世界中で愛されるブランドになるための本当に大切なステップなんです。最後に皆さんに一つ問いかけさせてください。あなたの製品の安全性評価は本当にグローバルな舞台で戦う準備ができていますか？ぜひ今日この後ご自身の PIF 資料をもう一度見直してみてくださいね。今回の解説はここまでです。一緒に学んでいただきありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。